今回はブーケブランケットの土台になる円形ブランケットの編み方を改めて解説します。引き上げ編みで作る2つの模様の秘密を大公開。増し目の位置を変えるだけでこんなに違いが出るんです。あなたは放射状と渦巻き状、どっちの模様が好きですか？ぜひコメントで教えてください。それでは早速編み方の違いを見ていきましょう。放射状、渦巻き状、どちらの模様でも1段目と2段目は同じ編み方なので、まずは2段目までの編み方解説をします。毛糸の外側から使用します。輪の作り目をします。人差し指に糸端を2回巻きつけます。指先の方から見たら時計回りです。巻いた輪が崩れないように抜き取ります。左手に糸をかけます。薬指と小指の間から手のひら側に毛糸を出し、人差し指に糸をかけます。輪を左手に持ち替えます。輪の中に針を入れ、糸をかけ引き出します。もう一度糸をかけて引き出します。ここまでが輪の作り目です。ここまではめかずに含めません。1段目、長編みを12目編んでいきますが、最初の長編みだけ特殊な編み方をします。針にかかっているループを大きく引き出します。針と糸を中指で押さえて針を回転させます。輪の中から一度ループを引き出します。針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。もう一度針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。これで1目目の完成です。最後の引き抜き編みをする時の目印のために印をつけておきます。鎖編みで1目目を編む方法よりも見た目が長編みに近いので悪目立ちしません。どうしても難しいという場合は鎖編み3目で編んでも大丈夫です。残り長編み11目を編んでいきます。糸を大きく引き出し、かぎ針を一旦外します。糸端が出ているところと同じところから出ている方の糸を引っ張ります。または糸端を少し引っ張って動いた方の糸を矢印の方向へ引っ張ります。輪が閉じたら糸端の方も引っ張ります。しっかりと輪が閉じました。さっきのループに針をかけ、ループを元に戻します。最初の長編みの頭に針を入れ、引き抜き編みをします。これで1段目の完成です。2段目、1段目の1目目と同じ編み方で1目目を編みます。針にかかっているループを大きく引き出します。針と糸を中指で押さえて針を回転させます。引き抜き編みと同じ目から一度ループを引き出します。針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。もう一度針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。これで1目目の完成です。最後の引き抜き編みをする時の目印のために印をつけておきます。同じ目にもう一度長編みを編みます。
最初の長編みの足を拾って長編みをします。これを長編みの表引き上げ編みと言います。引き上げ編みは目を拾う位置が少し下がるので、普通の長編みと同じ調子で編むと下に引っ張られてしまいます。なので引き上げ編みは少しふわっと長めの長編みになるように力加減を調節してください。次の目に長編み2目、次の長編みの足を拾って表引き上げ編み、次の目に長編み2目、このようにこれを繰り返して最後まで編みます。最後の引き上げ編みを編んだら最初の目に引き抜き編みをします。引き上げ編みが12目あれば間違えていません。これで2段目の完成です。3段目から模様によって増し目の位置を変えていきます。まずは放射状の編み方です。1段目の1目目と同じ編み方で1目目を編みます。次の目に長編み1目、次の目は前の段で引き上げ編みをした目になります。これが引き上げ編みの足、これが引き上げ編みの頭の目になります。放射状模様では頭の目と足どちらも拾って増し目をします。まずは引き上げ編みの頭の目を拾って長編み1目、次に引き上げ編みの足を拾って引き上げ編みをします。この長編み3目、3目目の足に引き上げ編み、これを1グループとして12回繰り返します。長編み1目、長編み2目、長編み3目、3目目の足に引き上げ編み、これを繰り返します。最後の引き上げ編みを編んだら最初の目に引き抜き編みをします。次に渦巻き状模様の編み方です。最初の目を同じように編みます。渦巻き模様の場合は最初の目で増し目をしますので、同じ目にもう一度長編み1目、次の目に長編み1目、次の目は前の段で引き上げ編みをした目になります。これが引き上げ編みの足、これが引き上げ編みの頭の目になります。今回は頭の目は拾わずに
足を拾って引き抜き編みのみします。最初の目に長編みの増し目、次の目に長編み1目、最後の目に引き上げ編み、これを1グループとして12回繰り返します。長編み2目の増し目、長編み1目、引き上げ編み、これを繰り返します。印の色がピンクが放射状、水色が渦巻きです。それぞれ3段目が編み終わりましたが、まだ模様の違いは分かりませんね。編み進めていくとだんだん違いが出てきます。3段目と同じ法則の編み方で4段目以降もどんどん編んでいきます。放射状の方は引き上げ編みの目で増し目をする、渦巻き状の方は最初の目で増し目をする、その間の長編みは段数ごとに増えていきます。ちなみに引き上げ編みと引き上げ編みの間が3段目は長編み3目、4段目は長編み4目というように、引き上げ編みではない普通の長編みの目数は段数と同じ数になります。もし編み目が迷子になった時は数えてみてください。5段目まで編み終わりました。まだ模様の違いはわからないでしょうか。10段目まで編み終わりました。ここまで来ると模様の違いがわかりますね。最後に編み終わりをきれいに仕上げる方法を紹介します。最後の段は引き抜き編みはしません。糸を切り、そのまま糸を引き出します。印をつけた次の目に糸を通します。最後の目の中に糸を戻します。印がついていた目に糸を通します。引っ張りすぎないように。裏に糸を出します。最後の目の足に適当に絡ませています。使用した毛糸の関係で編み始めと編み終わりの糸の色が違うのでちょっと目立ってしまっていますね。ですがこれで編み終わりがきれいにつながりました。最後に裏側で糸始末をします。編み始めの糸端も裏側で糸始末をします。
これで最後の仕上げまで完了です。完成。お疲れ様です。これで2種類のブランケットの完成です。これは円形ブランケットの編み方の一例ですが、この法則をマスターすればブーケブランケットはもう怖くない。色を組み合わせたりサイズを変えたり、いろんなブーケブランケットの中央部分が自由に作れるようになります。今後はこの土台を生かしてさらにたくさんの新しいブーケブランケットを展開していく予定です。次はどんな可愛いキャラクターやお花が登場するか見逃さないように、ぜひチャンネル登録をしていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。